皆さんこんにちは、イグです。今回はもうすぐ月始めですね。なのでミニロクデイリーのセットアップをしていきたいと思います。よろしければ皆さんも一緒に手帳を触りましょう。はい、私が使っているミニロクの手帳はフクロウさんのグリーンのカバーを使っています。毎回手帳タイムに出てきているので馴染みがあるかと思います。で、デイリーのセットアップというのは表紙を作ってで、ポエットさんのこのカレンダーを塗り絵してトロンクルさんのマンスリーリフィルを版行して作っていきまして、あとはデイリーのこれは藤鳩社さんのこちらのリフィルを今使っています。来年の途中までこれを使っていく予定です。で、これに曜日を押してポエットさんの日付シートを貼ってで曜日のロール付箋をセットしてまでですね。で、日々ここに挟まっているモーニングページとロイヤルメモと体調管理っていうのは1週間ごとに差し込んでるので、それはやらないんですけど、そこまでやっていきたいと思います。ちょっと今これをやりますって言ってうわって思ったのがこれね、数字のやつを押さなきゃいけないんだ、忘れてたって思いました。ではやっていきましょう。11月分のセットアップなので、これは11月になってから変えますね。で、11月のテーマはじゃん、ハッピーバースデーロイちゃんですね。ロイヤルちゃん2歳の誕生日11月6日というハガキが来ました。これアニコムさんから毎年来ます。もちろん1歳の時も来ました。ということで、うさぎのデコレーションテーマにしていきたいと思います。1歳の時はこれでしたね。結構このイラスト好きだった。このなんて言うんだろう、可愛いっていう感じじゃない目ちっちゃい感じの私の好きそうなイラストです。これも結構リアルに近いけどね。ということで作っていきましょう。この今使ってるのを見ながらね作っていきます。いつもこのしおりを作るんですけど、しおりはこのほぼ日の下敷きを使って作ったので、来年のほぼ日さん発売になるぐらいまではこれ使います。ほぼ日の下敷きなので丈夫でしょ、すごく。なのでこれを使うので作るのはしません。で、これはね、ハロウィンのセリアかどっかのハロウィングッズであったカードなんですよ。可愛すぎてねデイリーに入れたいっていうだけで買った何種類かカードが入って100円で売ってたものですね。では表紙から作っていきましょう。うさぎの表紙、はい、うさぎの表紙、いつもねワッペンとかつけるんですよね。で、ちょっとワッペン袋を持ってきてみたんですけど、このポーチはセカストで、100円だったやつ可愛いでしょ。ずっと1年前ぐらいから使ってる気がするけど、うさぎに合うやつちょっと出してみますね。うさぎでしょ、うさぎ、これぐらいしかなかった。ビッフィーちゃん可愛いね。これもロイヤルっぽいなロイヤルっぽいのがいいか、やっぱりこれだな。花とうさぎのシールもあるけど捨てかな。うさぎちょっと冬に近づいてるから冬っぽくしようかな。じゃん。あれでこの上のマステ貼るのがね苦手なんですよね。老眼で。いいですね、冬っぽいうさぎ。でもこっちお花咲かせたいんでちょっと緑、変なとこで切れちゃうか。じゃあお花をそっちに咲かせて。最近100均のワッペンがあんまり更新されない気がするんだけど、気のせいかな。白、どうしようかな。緑、ちょっと違うな。緑ちょっとイースターは違うでしょ。これも使おう。
変な破れ方しちゃった。じゃんかわいい。でまあこの辺はシールかな。うさぎしすぎてもって感じ。うさぎしすぎてもって感じかな。じゃあお花とかどうかな。あんまり持ってないんだけど、あ、この辺いいんじゃない。なんかそんなに主張しすぎてない。お花とリボン、あ、ちょっと色ついてる。かわいい。いいですね。かわいい。どうでしょう。じゃん。うさぎ、ちょっと冬っぽいところもある。表紙でしょ。でどうしようかな。無駄に裏表紙とかあったんだよね今まで。だけどトロンクルさんのリフィルをこうやってつけちゃって、こうやってつけちゃうのはどうでしょう。そう、今回ねポエットさんのこのカレンダーちょっと色ついてるのね。でしょ。これ黒い縁全部切ってちょうどいいのかな。でまずこれを貼る、ね、余計な裏表紙を作るのがめんどくさくなるというねめんどくさくなりました。これはちょっと穴、あ、でもあれか、スタンプをしてからの方がいいね。危ない危ない。じゃあちょっとスタンプやっちゃいましょう。スタンプセカストの国用さんのスタンプです。100円で買いました100円。この間新品のこれが500円で売ってました。11月ですね。11、はい、こっちに持ってきます。土曜日スタート。もうなかった22忘れてる。だいぶこれサボってます27ずれすぎやろ。できましたね。日付シートはもうカットしてありますのでこれを使います。ここにノーベンバーを貼ります。あれ今あったんじゃないのノーベンバー。これね。これもポエットさんの日付シートについてるやつ。できた。でこれをこの表紙に貼ります。ちょっとはみ出るけど別にいいかな。でここにこうなってるここにこれを貼ります。だからこっち側に穴が開くんだね。大丈夫かな。ちょっと怖いな。ギリギリ。本当はこっち側に穴開けるように作ってくれてるのでちょっとねバランスがあれですけど数字とかは切れずにできました。よかった。これ色ついてるけど塗り絵どうしようか。よいしょ。お芋、これもう塗られてるからいいんだけどさ、お芋芸術の秋だからベレー帽なのね。一列間違えた。カメラ止まってましたけど、祝日土日と祝日色塗って秋らしいシールを貼ろうかねって言ってたところです。ハロウィンではないんだな
秋だけどハロウィンではないんだな。なんか食べ物系だから食べ物系にしようかな。じゃん。秋の食べ物シール。これはキャンドゥで買いました。ほらちょうどお芋もあるよ。美味しそう。あ、栗とか食べたいね。きのこ。りんごって秋なの？梨がいいね。今日朝コンビニにお散歩行ったら柿と梨が売ってました。はい、こんな感じでできましたね。余計な裏表紙作らずにできました。で、デイリーかな、デイリー、こちらに11月分を出してありまして、曜日のハンコ大活躍ですね。セリアさんの曜日のハンコ、土曜日スタート。立冬。いやもう冬か。そういえばなんか週末からだっけ、また暑くなるってポスト見ましたけど、もう寒暖差やめてほしい。あ、そうだ、私の体調について本当にたくさんの方から心配のお声をいただきまして、ありがとうございますね。本当にありがとうございます。朝午前中はめちゃくちゃ元気なんですよ。コンビニ散歩も行かなきゃっていう感じで行ってるんじゃなくて、さあ行こうぜみたいな感じで行ってます。で最初の頃はこの朝方に戻して、まだ1日目とか2日目とかそういう時はもうね、お昼12時ぐらいになるともう無理みたいな感じになってたんですけど、その時間がだんだん伸びてきて夕方まで持つようになり、今は18時ぐらいまでは元気です。そこが正念場みたいなそこでね、18時ぐらいにちょっと休むわって言って昼寝しちゃうと、もうだるもうそのぐらいに寝ちゃうとね、ご飯だよって起こされるでしょ。で起きてすぐ食べなきゃいけないじゃない。もう胃も動いてないし、もうやばい、入らないっていう感じで食べなきゃいけない辛さが待ってるんですよ。だからその夕方6時ぐらいに寝ちゃわないように頑張れば完璧だと思うんだ本当にいろんな提案とか意見とかねいただきました。年齢的に更年期のことも考えた方がっていうのもいただきまして、それはね本当にちょっとは考えてますいや夏にね主査で皮膚科に行った時に、あなたみたいな更年期の女性がそのセルフで白髪染めるからなるんですよって言われたんですよ。これマジでマジでそれ言われて、はあみたいな、あ全然もう少し先だと思ってた更年期みたいな。よくね体がほてるとか言うじゃないですか。体温調節がうまくいかなくて汗だくになっちゃって、高市さんとかもね総理になりましたけど、高市さんとかも更年期の時はもう汗だく、インタビューの時とか汗だくで梅雨だくって言われたこともあってって言ってて、いやマジひどくないそれその年齢の女性にそういうのはね良くないと思うよ。政治家さんなんで応援してる人も嫌いっていう人もいると思うんですけど、そういうね梅雨だくとかねそういうことは言っちゃいけないと思う。はい、何の話だっけ私の体調の話。多分ね本当にちょっとずつなんですけど慣れてきてると思ってます。この朝方にね。で無理に朝方に戻すこともないんじゃないですかっていう意見もあるんですよね。でそれ結構言われるんですけど、お店とか空いてる時間に私は生活したいので朝方にしたいんですよ。で朝起きた時やっぱ気持ちいいしね。で頑張って見ている。日付シート貼っていきます。だってね夜型になってると病院予約してるとかもさしんどいんですよ。3時とかに予約してもしんどい。起きるのが2時とかだから。で予約制じゃない病院だともう3時かもういいやってなっちゃう毎日そうなっちゃうから
やっぱね、一般的な生活をするという意味で朝方にしたいなと思ってます。ちょっと最近体調の話ばっかりで申し訳ないんですけど、意外と元気ですっていう話です。無理せずねって皆さん言ってくださって本当に元気づけられます。ちょっと今日無理っていう時は休んでいいんだなって思えて、で、このチャンネルも週1休みにしようっていう話を私の中でしていて、一人でね一人でしてるんですけど、特に決めてないけど多分土日どっちかお休みっていう時が多いかなと思います。12がいない、いたびっくりした、間違えたかと思って。そうだ、11月6だな、ロイちゃんの誕生日は。ロイヤルもね、やっぱ今までね、夜中から朝まで起きてた私が寝てて、みんな寝てて真っ暗でみたいな、で朝早くからみんな起き始めてみたいなのに最初戸惑ってたみたいですけど、最近はね慣れてきたみたいで、私も朝ごはんを食べるようになったから、いつもね私の朝ごはんって昼ごはんだったからね、その時は部屋んぽに出れるっていう決まりなんですね。だから私がご飯を食べ始めると出れるのかみたいな雰囲気を出すんですけど、これは朝ごはんだから次のご飯だよって言って、24、25、29にうさぎさんがいる、青いうさぎがいる。はい、30ピアノでしょ。そしたら健康管理のところにもつけてるんですけど、一応ねウンティのマークをつけておきます。ずれた。よいしょ。こうでしょ。そしたら、曜日の私が愛用しているバンデさんの曜日の付箋ですね。こちらを貼っていきます。これは仮止めなので位置は適当。ちょっと貼りにくい貼りにくいな。破れやすい。私別に左利きとかではないんですけど、このくるっとなってる関係で左手の方が貼りやすい、このロール付箋に関しては。でもね、仕事の関係で鉛筆両方使うんですよ。でそれは仕事のために鍛えたんですけど、できるようにしといてよかったって思ったのがネイルの時、セルフネイルやるようになってね、左手で右手に絵を描けるというね慣れといてよかったって思いました。最近ネイルもしてないけど。でね、週に1回休みをいただいたらさ、そういうネイルの時間にも当てられたりするかもしれないし、映画見たり本読んだりできるかもしれないでしょ。眠くない時間帯に本読みたいんですよ、私。でね、お休みの日 X に頻繁に来てくれたら嬉しいなって言ってくれた方がいたので、多分そっちにいます。動画お休みの日っていうのはね、次の日の動画を撮ってるからあまり入れないんですけど、動画お休みの前の日かな、私が SNS に暇そうにフラフラしてるの。日によりますよね。やっぱ私もよくいるなって人、全然いないなって日あるでしょ。別にね、今日やめとこうとかそういう感じじゃないんですけど、なんか忙しくしてたりするとあまり SNS に顔出せなかったりしてます。で、ToDo とボックスを押していきましょう。そうだった。ここにね付箋が溜まってるから、もっこりしてるから、綺麗に押したい人は1枚ずつやりましょうね。でこのボックスです。これ犬の日だから骨がついてるのか。ワンワンワンの犬の日。よし、これで OK なんじゃないですか。これ貼ろうって言ってどこにも貼ってないや。貼る場所なくなっちゃったね。よし、あと
と1週間ぐらいあるけど入れれるかな、入らないかな、まだ入れずにいようか入れずにいます。よし、できました。こちらが11月のデイリーですね。はい、ということで今回はミニロクでつけているデイリーのリフィル11月分のセットアップをしていきました。これで11月分のセットアップすべて終わりました。11月をちゃんと迎えられますね。では今回の動画はここまでにします。最後まで見ていただいてありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。イグでした。したらまたね。また明日かな、またね。